チャオ、エリコです。コメスターテ、お元気ですか？今日は久しぶりにお家から動画を撮ってます。ゆっくりティータイムを楽しみたいと思います。先日フィレンツェに行ってきたんですけど、友達がおすすめしてくれた有名な紅茶専門店があるんですけど、たくさん紅茶を買ってきました。これからね、寒くなるので温かい紅茶をたくさん飲みたいなと思って、お店の名前はラビアデルテっていうフィレンツェの紅茶専門店です。これはイングリッシュブレックファーストで、こっちがアールグレイで、今日はこのまだ開けてないんですけど、サンタマリア・デル・フィオーレって言って、ちょっとフルーティーな紅茶、ブラックティーなんですけど、これも買ったのでちょっと初めて飲んでみたいと思います。私普段なんかアレルギーとか、あと蓄膿症とか、あとなんか喘息持ちもあって、結構嗅覚が鈍いんですよね。で、香りがあまり楽しめないことが多いんですけど、最近ちょっと強い薬をホームドクターに出してもらって、その薬のおかげで今匂いが復活して、だからもうそれもあって今のうちにちゃんと香りが分かるうちに美味しい紅茶とかをたくさん味わいたいなと思って、ちょっとね高級なお紅茶ですけど買ってきました。本当にね、香りがわからない時は香水瓶をもう鼻にくっつけても全く匂いがしないんですよ。やばくないですか？で、今はなんか甘すぎない、すごくフルーティーな、ちょっと酸味がある感じですね。で、今日の動画は久しぶりにお家からゆっくりということで、紅茶飲みながらいろいろ雑談したいなと思ってるんですけど、でもなんかダラダラ喋るのもあれだから、ちょっと一応テーマを決めてきました。まず近況報告、最近の仕事とかで、最近ハマってるもの、そして最後にちょっと最近のイタリアに対する愚痴愚痴話もしたいと思います。まず最近の近況報告なんですけど、特にニュースとかはないんですけどいつも通り普段は日本語教師としてオンラインでレッスンをしています。で、イタリアって新学期が秋から始まるんですよね。春じゃなくて。なので秋が一番なんかやっぱ学校関係忙しいんですよ。今グループがね5つあります。月火水木土にグループが入ってて、で、あとちょこちょこ個人授業もやってるっていう感じですね。だからレッスン時間数だけで言うと、その1日に何時間も何時間もやってるわけじゃないんですけど、でもやっぱりなんかこうレッスンってすごい、私もすごい集中してるし、言ったら本番、人前で本番っていう感じなので、すごい集中力がいるのと、声も自然となんかこう張り上げるっていうか大きくなっちゃう。結構意外と体力を使うというか、例えば1日3、4時間しかなくても、結構レッスンの後はなんか頭が疲れたっていう感じにはなりますね。でもすごく楽しいです。そんな感じで日本語教師の仕事は順調で、あと YouTube もいつも通りですね。できれば週1回で更新しようとしてるんですけど、あとライブ配信も相変わらずもう2年ぐらい、OneSevenっていう配信アプリでずっと配信してるんですけども、それも2年以上ですね、になります。で、毎日はしてないんですけど、結構頻繁にやる時期もあるので、この間だとフィレンツェでもお散歩配信したり、リアルなイタリアの生活が見られるので、もしよかったら配信にも遊びに来てください。年末に日本にまた帰ります。年末年始楽しみですね。クリスマスとお正月は日本で過ごします。で、最初の1週間くらいは東京に自分でもホテル取って滞在して、で友達に会ったりとか、あとオフ会もするんですけど、ね、オフ会に来てくださる方、本当楽しみです。会えるの楽しみにしてます。いい香り。優雅なティータイム、いいですね。で、最近ハマってるものといえばですよ。ちょっとお見せしますよ。小物なんですけど、ジャンクジャーナルって言葉知ってますか？私も割と最近知ったんですけど、なんかいろいろノートとか、何でもいいんですけど、紙をデコレーションする、アートみたいな感じなんですけど、ちょっとお見せしますね。ちょっと皆さん、これをお見せします。じゃらーん。ですね、こういうね、手帳とかにね、これはちょっと旅の日記をつけてたんですけど、こうやってデコレーションをしていくんですけど、そのためのいろんな、なんか、道具を集めてるんですよ。スタンプ、
なんかこんな感じでいろいろ集めてるんですけど、でもさ、デコレーションするのマジセンス問われるんだよね。で、今日最後の話題。イタリアの愚痴について、なんか動画でネガティブなことばっかりなんかこうぼやくのもあれだけど、しかもさ、私はイタリアが好きだからイタリアに住んでるんだけど、まあでもやっぱり、どの国もやっぱり完璧ではないし、どこに住んでいたとしても、やっぱりいいところと悪いところってあると思うんですよね。で、最近ちょっとまたわーってなったのが、やっぱイタリアの医療制度ですよね。とにかく予約が取れない。予約取れても1年後とかなんですよ。早くて半年後。で、確かに日本は、ね、国保払ってるじゃないですか。だからお金がかかってる。イタリアはね、無料で保険証がもらえるので、そこはね、やっぱり違うけど、にしても遅い。じゃあ早く診察してもらいたいんだったら、プライベートで見てもらうこともできるんですけど、それだとめちゃくちゃ高いんですよ。でもし通院しなきゃとかだったらさ、1回の診察で何万とかだったら無理じゃないですか。だから今回はね、私日本にせっかく帰るし、日本でちゃんと日本語で何が原因なのかとか、言葉も 100% 分かりたいし、もし治療が必要なのであれば、もうイタリアに帰る日を伸ばしてでも日本でちゃんと治療して帰りたいって思う。昨日血液検査行ってさ、見てこのあざ。もう昨日めっちゃ痛かったんだけど。でも私も悪いところがあって、やっぱ自分の健康は本当に自分で気をつけとかないと、例えば会社で健康診断とかもないし、本当にね、気づいたら進行してるみたいな状況になっちゃう人がたくさんいると思います、イタリアは。なんで、例えば女性だったら婦人科の検診とかも、そろそろ予約しなきゃだなっていう時期を待たずに、もう半年、むしろ1年ぐらい前から、もう次の予約をした方がいい。でも、そういう時に限って、そんな早く予約できないとか言われたりするんだけどね。けどさ、実際じゃあさ、予約しようと思ったらさ、1年後とか言われるわけじゃん。もうわけわかんないよ、ほんと。いや、だから、予約もね、本当に億劫なんですよ。まず音声ガイド。外国人のうちらにとってはそれがまずわからなかったりもするし、オペレーターさんにつなぐまでにもう30分以上かかるし、もう予約しなきゃっていうだけでもめっちゃ憂鬱になるんですけど、でもやっぱ健康には変えられないから、少なくとも半年は逆算して、1年後の検診が何月なら、じゃあ何月には予約しとかなきゃっていう風に常々気をつけておかないと、忘れた頃に、やんなきゃって思っても、そっからさらに1年とか伸びちゃうから。っていうのが私の今日の愚痴でした。今日も最後まで私の話を聞いてくださって本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうね。またね。チャオチャオ。